どうも岡本紫音です。この企画ではいろんな人の仕事をお手伝いしながらその人の冒険談、人生についてを聞いていきたいなと思っております。さあ早速どんな冒険をしているか聞きに行きたいと思います。では行ってみましょう。こちらです。お疲れです。お疲れ。はい、お邪魔します。シオンがここにいるのウケるな。ね、初めて来た。じゃあちょっと、企画はねある程度説明してるんだけど、さっきはい。そしたら自己紹介と、職業みたいなところをあ、簡単に話してもらっていい？竹内幸喜です。格闘家をしてます。はい。いやありがとう。今日はこちらこそ。本当に簡単な自己紹介しかしてなかったんで僕から説明させてもらうと、プロのキックボクサーをやっていて、来月ねタイトルマッチ来月とビッグバンというところのタイトルマッチが控えてて、今それに向けて練習中そうですね。練習します。してますけど、後期も高校からの同級生で、そう高校1年生。今でも仲良く本当に毎週会ってるぐらいの確かに友達なんですけどちょっと今日は後期のね仕事を手伝うちょっと違うかもな、いつもとは。練習風景とかを見させてもらいながら、なんかアシスタントみたいな感じで手伝えるとこは手伝っていくんで、なんか手伝える子だったらわかりました。お願いします。いつもこんな感じじゃないんですけど緊張してますじゃあよろしくお願いします。お願いします。お願いします。1個目の質問、この、格闘家という冒険に例えてこのインタビューをしてるんだけど、この冒険を始めたきっかけは何だったの？僕は5歳かな。5歳か。ね、父親が格闘技好きで、父親に空手をやらされて、最初イヤイヤやってたけどいう感じかな。最初極真だっけ？そう、極真。だって高校入った時にはもうキックやってたもんね。高校1年生でキック始めた。ここで始めた。チームドラゴン。そうチームドラゴン。今町田のねジムにお邪魔させてもらってるんですけど、でなんでそのキックボクシングに転向したの？俺目立ちたがりだから。空手ってあんま目立たなかったから、キックの方がモテんじゃないかと思って。なるほどね。下心だ。下心、めちゃめちゃ下心。素敵ですね。かっこいいし。そうね。練習をしていくと思うんですけど、どんなメニューでやってるんですか？いつも基本はいつもシャドウを最初3ラウンドやって、あとはもう先生にミット持ってもらって、この人数多い時はみんなでミット持ち合いとかバックやって終わりかな。じゃあ今日もそんな感じで練習をしていくと。じちょっと早速この流れでね2つ目の質問していいですか？キックを始めてもね長く人生の半分ぐらいはやってると思うんだけど、最初にこうレベルアップしたなというか達成感を覚えた時って覚えてる？2015年にライズっていうところで新人王トーナメントがあって、それを優勝して新人王になったんだけど、その時は一番っていうか、俺今タイトルそれしかないからまだ、それ以来取ってないから今年こそ取りたいんだけど、それが一番最初嬉しかった起点っていうか、プロデビューして1年ぐらい、あれ違ったかな、覚えてみよう。なるほどね。今回のその大会はなんてやつ？ビッグバン。そう日本は結構とやってもいっぱいベルトあるから、そのうちの一つなんだけど、最初の新人王ぶりのタイトルになるかもしれない。取りたいかな。早速じゃあシャドウですか？おっすね。じゃあちょっと見学させていただきます。もちろんです。お願いします。いやお疲れ様。まだ練習途中だと思うんだけど、今ミット打ち何ラウンドやったの？このイメージしながら対戦のめちゃめちゃ相手のこと考えながら、いや楽しみだねいやでもマジで気迫がすごかったわ。本当。でも普段の感じとさ、試合の感じってすごいギャップあったけど、今が多分そのちょうど出来上がりのためのこれ作ってるんだろうなみたいな、すごいなんか見れてよかった。本当。ありがとう。よかったアホだから普段めっちゃアホだからこの後はどういうメニューなの？この後はバックやって、相手がいれば対人練習やったりとかあとは走り行ったりとか、時間あるからちょっとダッシュ行こうかなと思って。じゃあちょっとその前に1個次の質問をしたいんだけど、
一番の武器っていうのを聞いてて、自分の格闘技してる上で、まあコウキが自分で思う自分の武器は何だろう。武器。俺はなんかこれかなってのあるけど、攻撃の話？攻撃でもいいし、うん人間関係の話でもいいし、あ自分が格闘技をやる上であ。うん。自分が思う自分の武器。真面真面目だね。目？だよね。本当にね。本当に真面目なんですよ。真面目かな。確かに、ね。なんかね、膝とかも武器かなと思うけど。うん。あ、そう膝蹴りが得意。そうほとんど膝蹴りだから KO が。ね。去年のディープとか。うん、そうだね。6KO してて 5KO が全部膝蹴りだからほぼ膝。次も見れたらいいね。そうね。次も。ね練習してる姿もそうだけど、まあ、普段の人柄とかも、ね、めっちゃ真面目だから。あ、そう。じゃなきゃこんな続かねえだろうし。そうだね。そこが一番の武器ですかね。かな。じゃあ真面目さがコウキ君のメインウェポンです。この後は坂ダッシュ。坂ダッシュ。すごいね。まあ、10本だけそんな長くないでも短いけど別に走ることに意味ないと思うんだけどそんなにもちろん大事だと思うけど意味あると思うけど練習終わった後にこれやるって決めといて、それをちゃんとやるみたいなのが大事かなって、そう試合前とかそれを一気に特に意識してるというかやるって決めといたらやるみたいなのが大事かなみたいなきつい時出るからみたいなそういうサボっちゃうと。じゃあちょっと次の質問聞きたいんだけど、コウキがこうキックボクシングする上で、まあ、大切にしてる仲間とか、言葉でとかでもいいんだけど、なんかあったりする？縁かなパッて思い浮かぶのは。じゃあまあ一人とかじゃなくて、そうだね、このいろんな人との縁、なんかそうね。まあでもなんかしっくりくるかもね。格闘技って結構個人競技っぽいけど、まあ、これ多分みんな思ってると思うけど、結構チームプレーだから練習相手もいなきゃできないし、ミット持ってくれる先生もそうだし、セコンドも試合も一人じゃできないから、そうね、セコンドが3人いて、水も一人じゃ飲めないじゃん。アップもできないし一人じゃ、まあ、できなくはないけど走ればいいかもしれないけど、まあ、でもちゃんとしたアップもできないし、そういう縁とかね、大事かな。練習相手もそうだし、いいね。あと応援もそうだし、試合もショーもいつも来てくれるけど、もっと多い人いるけど、結構多い方だから、多い方だと思うから、そうよね、多いと150人とか応援来てくれるから、周りの友達とかね、応援してくれる人がたくさんいるよ。そうありがたいなって思うし、確かにな、これほど仲間を多く持ってるやつはあんまいねえもんな。そんなことないと思うけどそれで大事かなって。いいねいいね。今日の練習は終わり。お疲れでした。お疲れ。この後は、赤坂に移動していつも教えてるっていうか仕事してるジムで3クラスか。ここから遊び行ったことあるけど、そうショーもたまにねたまに練習させてもらって、練習っていうかトレーニング、まあ今までちょっといろいろ質問してきたけど、次はね、これまでの一番しんどかった時とか辛かったことの話を聞きたいと思うんだけど、格闘技でなんだろう、まあ、ダメージログって思うんだけど、なるほどね。まあ一番それこそさ、肉体的にも精神的にもダメージはあるやん。まあそうね、確かに。去年ライズってとこで10月試合したんだけど、それ相手が結構ホープで、16歳の若い子、めちゃめちゃ若い子で、まあ、いわゆる秒殺されちゃって1ラウンドでそれが結構きつかったから、でそれで3連敗して3連敗も1回もなかったから今まで一応最高2連敗で止まってたから3連敗して前回引き分けだから次は絶対勝ちたいなっていうのはあるから。でも前回の試合課題こそあれど結構良かったんじゃないかなって俺はまあでもね最後バテたよね。まあいろいろあったけどそれ次はしっかりと3ラウンド動けるようにしたい。長いキャリアの中でも一番印象に残った。結構ねショックだったね。負けて離れた人も結構多かったから、その試合の後、ダメージはやばかったかな。まあいいねって言うとあれだけど、やっぱねそういうダメージを乗り越えていいのがあるわけだから。そうね、前回本当はそれでスカッと勝ちたかったんだけど引き分けだったから次は絶対にそうね、スカッと勝ちたいよ。すげえ強い相手だけど勝って取るベルトに価値があるかなと思うから。こうです。俺も2度3度ほど来てるか。そうショーンもねトレーニングしに来てくれた。ちょっとまだオープン前だからお邪魔します。こちらルーム1で。ルーム1、ルーム1です。
ここが一番広い。一番広いね。こんな感じです。ほう。ここがルーム2？ルームに。そうね。じゃあちょっと次の質問を。はい。今度続けて来られた理由。これだ理由。なんだろう。意地もあると思うけど。うん。そうだ、でも意地かな。ほぼ意地だよね。意地っていうと何に対しての？なんか辞めることへの。辞めるのは簡単じゃん。うん。辞めるのは簡単だし、辞めるって負けを認めることだから、俺的になんかまだ別にっていうか負けてないっていうか、なんか一個結果を自分の中で、なんかこれでもうやめていいやって思ったらやめようと思ってるから、そうそう。そこまでは意地で、まあ年齢もあるから、なるほどね。そんな長くないけど、まあそれこそ今回のタイトルマッチとかはいい節目にそうだね。なるかもしれないしね。そう。これ勝ってもやめるとかそういうつもりはないけど、じゃあ意地でここまでやって意地でやってます。もうちょっとないですか？意地いっぱいな。もうちょっとか。俺とかそんなになんか、まあ、バスケとかもゆるっとは続けてるけど何かをそんなに長く続けたことないからさ。ああ、いいね。意地っぱりじゃないし俺あんまり。そう。結構なんかそうか。流されられる。流されはしないし。なんか意地を張ることに対してそんなになんか思いがないというか。そうだね。だからそういった意味では本当に意地を持ち続けられるっていうのはすごいな。その柔軟性欲しいよねこれも。じゃあ後期が続けてこれた理由は、意地だね。コンティニューし続けてきた理由は。そうだね。ごめんね食事中に。次の質問なんですけど、はい。まあ、格闘家今人生の半分やってるわけじゃん。はい。もし格闘家以外の人生があったとしたら、はい。何やってたと思う？それか何やってみたいとかある？実家が飲食店だから、飲食店で働きたいかな。あまあ、引退したらやるつもりだけど、飲食店で働きたいかも。なんか登戸でやってるんだけど。逆にもう完全にさ、この15、6年、飲食店やってたかどうか別として、他のキャリアを通ってきたとしたら、なんかある？やりたかったこと？そうまあこれやってたかもなみたいな。なんだろうね。でもなんか見てるとテレビ関係とか面白そうだよね。表で。裏方。どんな仕事？ AD さんとか大変そうだけど。今から遅くないんじゃない？もういいや。もう大丈夫。まあもし別の道だったら別の道だった。でもなんかいるよたまになんか AD さんのファイターとか。なんか前いた気がする。AD しながらジムとか通ってプロでやってるみたいな。ありがとうございます。持てる分だけ。で、このカゴに。こっちのグローブも集める？そしたら次の質問させていただいてもいいですか？もちろんです。ちょっと待ってね。はい。まあ次、まあいろいろねこれまでのこととか質問させてもらったんだけど、こうきが思う自分の現在位置、今の自分はどこにいる？例えばこの人生を長い旅に例えた時にどこにいますか？結構もう多分辞めるか辞めないかを考える時期だから、すごい転換期っていうの？スポーツマンとしてね。そう、格闘技を辞めるか辞めないか。辞めた後の人生の方が長いから、みんな言うんだけど、辞めた後どうしようかなとか。俺は多分実家の店継ぐんだけど、そうね。でもなんかやりたいこともなんかそれ決まってんのも面白くないなと思うから、なんか新しいことやりたいなっていうのもあるし。なるほどね。転換期にいるってことね。そう、転換期。そう。でも先が見えすぎてても面白くないと。実家の店はいずれやりたいけど、なんか自分でやっても面白いかなと思うし。言ってたね。この会社もすごいお世話になってるから、続けるかもしれない。続けたいとも思ってるし、引退してすぐ辞めるとも思ってないけど、
でも何歳までやろうかなといろいろね。まあ、確かに、今いろいろ動いてるけど、そう全部一生やる仕事じゃないって感じだもんね。そうとは思ってるから、だからいろいろ、まあ、決断の時期でもあるし、これから変わっていくだろうなみたいな時期か。じゃあ現在のそれが後期のセーブポイントです。今日はこの後サンドバッグを叩くクラスなんで、ショーンが手伝ってちょっと待ってください。後期ちょっと浮かしててくれたら俺届くから。え、ガチ？すごい。マジ。これでいいでしょ。いける？あ、ちょっと待って。すげえ。おお、すごい。本当は脚立で吊るすんだけどね。これはこれからバーって吊るして、バーで吊るしてみんなでそうクラスやる感じですね。いや俺もまた来たいね。またお邪魔します。まあ、ちょっと今日ね練習から早4時間くらい。まあこれが普段の、まあ、朝にもね。朝もパーソナル今日2件やって、あとは練習トレーニングもパーソナル前にやろうかなと思ったけど、まあ、今日できなかったんだけど、そんな感じかな。ね、パーソナルトレーナーとしても活動してて、練習さっきねあんなハードな練習2時間やってて、これからまた3コマ。これが毎日のルーティン。タフやな。これからまあ大きい試合がタイトルマッチが待ってますけど、はい、自分の次のステップというか、次のステージの話を今度最後聞きたくて、次はまずタイトルを取る、取った後だよね。まあでもリングがいっぱいあるから、次取るとこが取って日本1位とは言えないから、もう一個言うと怒られるかもしれないけどそう言えないから、そうやっぱ上行きたいけど年齢もあるから、そろそろね次も考えなきゃいけないしとか、ちょっと葛藤はしないけど、まあいろいろ考えてはいるかな。まあそうだね。自分で商売やりたいから飲み屋か分かんないし、ジムやるかもしれないし。まあでも教え上手って言われるしね。まあ教えるの上手らしいです僕。はい。教えるのもいいかなと楽しいかなと思うけど、まず選択肢いっぱいあっていいかなと思うから、そのうち決めようかなって。縁です、本当に縁が大事かなって。いいやつなんですよこいつ。いやいややめてくださいよ。わかりました。まあそれがじゃあ次のステップ。まだ決まりきってるわけじゃないけど、まずはタイトル取って。そうだ、まずタイトル取ってだね。ありがとうございます。こちらこそ。まあ今日一日本当にまあお疲れ様です。まず。いやいやそんなないです。普段だったらなんかこう俺も仕事を手伝いながらとかなんかこうインタビューさせてもらうんだけど、今日はもう見学というか、本当にインタビューだけ。ちょっと俺からしても新しいなんだろう試みというか、すごい楽しかった。あ、本当。よかった。じゃあこの後もレッスンあると思うんですけど、はい、頑張ってください。頑張ります。お疲れです。ありがとうございました。はい、ということで今日一日ね、竹内幸輝くんの、いつもはね幸輝って呼んでますけど、今日はちょっと仕事をいつもみたいに手伝うっていうよりかは、なんか一日一緒にいて、今もう試合前1ヶ月とかで大事な時期だから、まあ、見学だけさせてもらうみたいな形でしたけど、インタビューとしては面白い経験になったかなと思います。やっぱりあいつはもう高校からの仲なんで、本当に毎週会うぐらいの仲いい友達なんですけど、やっぱりこう普段からめっちゃいいやつだし、なんかすごい抜けてるというか、まあね可愛らしいキャラなんですけど、試合の時はいつもすごいねかっこいいというか、で今日はその試合に向けたガチの練習、試合に向けてこう普段の優しい顔からこう鋭い試合の時の顔になる、そのなんか、まあ、役作りって言ったら変な話だけど、でも本当に新鮮でしたね。今日は竹内幸輝くんの、まあ、キックボクサー格闘家の、冒険談を聞いてきました。次はどんなクエストが待ってるでしょう。それでは皆さんまた次のクエストで